先生、患者がお見えでですよ。かわいいね。はい、どうぞ。こちらどうぞ。はい、こんばんは。はい、こんばんは。どうぞ。ではまずお名前からどうぞ。夫上野康31歳日本人です。はい。奥さんは。サマンサ24歳アメリカ人です。あ、アメリカですか。結婚して4年目になります。あ、そうですか。2人はどうやって出会ったんでしょう。私もともと日本に興味があって、大学で日本語を勉強してた時に、インターネットを通じてチャットで知り合いました。もともとなんかその日本に興味あったっておっしゃってます。どういうところに。ハワイにいた時、氷川きよしさんがコンサートをしてて、氷川きよしさん、はい、それを見て演歌にハマっちゃいました。それでも演歌な演歌にハマったっていうことなんだけれども、はい、家でいつも歌ってたりしてかなりうるさくて迷惑です。迷惑なんだ。迷惑。あ、でもちょっとなんか聞きたいな。ねえ、はい、いいですか、ちょっと歌ってもらっていいですか。はい、じゃあみんなちょっとついててください。ずん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 のこきよし、ずん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 のこきよし、風に吹かれて花が散る、雨に濡れても花が散る、咲いて花ならいつか散る、同じ定めの恋の花。いいね。相当好きなんだね。好きです。この顔立ちでね、まさか弾けるとは。ハワイで氷川きよしさんが公演やってたんだ。はい。でそれ1回だけです。1回だけ。はい。でそのどういうところにドキンとしちゃったの。やっぱり拳ですね。拳。じゃあ他の演歌でもいいってこと。はい、演歌全体が好きです。あと誰好き、例えば。天童よしみとか、美空ひばりとか。いいね。すごいね。ね、どうですか、旦那さん。聞きたくないです。デュエットしたらいいのに。ね、一緒に歌えばいいのね。ご主人アメリカ人の奥さんと結婚されてなんかその文化の違いみたいな。アメリカ人は結構適当な人が多くて、妻も適当で。部屋を掃除しないとか、全然掃除しないです。汚いんだ。奥さんどのぐらいの頻度で掃除してるんですか。まあ月に1回ぐらいかな。月に1回。それもしない時もある。めんどくさい。めんどくさいです。はい。じゃあ例えば食べ物の食べた後とか食器とかどうする。洗わないの。それははい、食器洗いで機械を使います。なるほど。結婚してすぐに買いましたね、それは。アメリカ人がそういう文化がないので。なるほどね。確かにね、うちもそうだったね。最初はやっぱりこう食器洗い機、あとディスポーザーっていうの、こう食べ物をブルルルルって流しちゃうのとかあったけど、それはないんです。なんかこうね、信用できない。やっぱりこう手で洗わないとなんかこう油が残ってるみたいな、こう洗いながらキュッキュッっていう音を楽しまないとなんか気が済まなかったんだけど、いや、あんま洗わない。私ははいあまり洗わないですね。最後に食器洗いの機械は掃除しないと。そこだけは。アメリカ人の奥さんはなんかその文化の違いとかなんか感じます？日本人はまあ日本は夏が暑いんじゃないですか。すごい暑い、蒸し暑くて、でもそれでも日本人は湯船に入りたいとかお風呂に入りたいと言いますけど、私は夏になるともう水のシャワーだけでいいです。まあガス代とかもったいないし。でもハワイに何年いらっしゃったんですか？ハワイには。ハワイは大学のために。大学で。その時やっぱり水のシャワーだけ？はい。暑いじゃんハワイ。はい、暑いですから、はい、水のシャワーで。湯船入んないんだ。
はい、でも日本人って入りたいねと思わないしやっぱりなんかこう仕事が終わって疲れてね帰ってきたらお風呂にね入りたいとかっていうのはねゆっくりしたいですね。ねえどうですかその辺は。もう汗かいてるのになんでもっと汗かいてるまあ確かにそうだけどもね、旦那さんは奥さんになんか直してほしいところとかありますか？直してほしいところ、うん僕は懐石料理の仕事をしていて料理人なんですけど、朝ごはんがケーキとかあとなんかフレークとかヨーグルトとか甘いものとか、そういうのを食べたくないのに毎日それが出てくる辛いですね。奥さんなんか反論ありますか？私、ケーキが好きですあとまあやっぱりそういうご飯とか味噌汁とか朝からそんなに料理してなんか用意するのも面倒くさいんじゃないですか。でも例えばほらね旦那さんの食生活考えてあげて。いや朝からケーキの方がいいんじゃない？ケーキは嫌だ。エネルギーが出ますからケーキ朝からケーキはちょっときついね。ちょっと気持ち悪くなります。砂糖でしょ、あと小麦粉でしょ、卵でしょ、牛乳でしょ。バランス。例えばそういうねシリアルみたいなものでこう栄養バランスがねいっぱい入ってるのとかはそれもあります。はい。でもそれも甘いでしょ、だからあまりなんか奥さんの方は旦那さんに直してほしいところがありますか？旦那っていうか、日本全体にちょっと直してほしいかなと思うところがありますけど、なんていうかな日本は男女平等じゃないですね。私が思うのはなんか電車で広告見る時とかよく、女性は物として見られることが多くて、あと私子供の先生ですけど英語の先生で子供が中心ですけど、子供に将来の夢とか聞くとなんかお嫁さんになりたいとかそういう返事が返ってくるとやっぱりちょっとショックですね。私、自分はそういう時は何になりたいとか聞かれたら科学者とか医者さんとか私そういう夢持ってましたけど。なるほどね。いや僕のねうちの娘も小さい時に大きくなりたら何になりたいって言ったらゾウさんになりたいって言った。キリンさんですか？人間がゾウさんになれると思ったんですよ。へえ、なるほど。旦那さんはそれについてどう思います？奥さんが今ねこうやっておっしゃいましたけど。うちは今は子供がいないんですけど、将来のことを考えたらやっぱりアメリカがいいのかなと思って、年内に永住しようと決めました。それやっぱり旦那さんがそう思ったんですか？奥さんがそう思ったんですか？最初は。妻から私かな。嫌だっていつも言われたら、分かったっていやでもそれだけですね。でも日本は生活もしやすいし、日本も好きですけど、アメリカもやっぱり移住しようかなという気持ちもありました。でも旦那さんそれすごい勇気いりますね。そうですね。ね英語もあんまり喋れないので。英語あんまり喋れないんだ。そうです。なるほど。それはちょっとねもうちょっと旦那さんも英語の勉強した方がいいと思いますけども。ではですねお知らせの後夫婦の悩みに迫ります。今日は旦那さんに悩みがあって来られたっていうことなんですけれども、先ほどからのこの流れによりますと子供の教育問題とかそういうことですか？いや全然違くて、実は妻のおならに悩んでる。どういうこと？たまにならいいんですけど僕の隣にわざわざ寄ってきてそれでブーってやってから逃げてくんです。喜んでね。なんで奥さんその旦那さんの前でへすんの？だって面白いわざわざ来るの？それも臭いんですよね。だから逃げるの。逃げる、それ見て楽しんでんだ。はい。でもアメリカって人前でおならするの OK だっけ？ダメなシチュエーションもありますけど、家族だと OK？
そうですね。多分アメリカのユーモアですよ。おならは。ならが。なるほど。そういうでもアメリカ人っておならネタ好きだよね。はいギャグね。そうです。やたらとなんかおなら、例えばほらよくなんかポストカードとか売ってるじゃない。ジョークが入ってる。そこになんかおならのネタとか多いよね。はい、そうですね。はい。うちの子供も下ネタ大好きなんですよ。子供は下ネタ大好きなの。子供はね。もう今言えないけどもそれに答えてメールでもちゃんとそれに答えてるんですけど僕それじゃない人前でおならやめられないの奥さんやめられないんです。やめられないんだ面白いもん。快感になっちゃってるんだはい。友達がいてもします。友達前でもすんのねえ旦那さんはしないの僕はなるべく目立たないように。もし奥さんの前でおならしちゃったらどうなるのまあしょうがないから開き直るしかないですけど。いや奥さんは怒ったりいや全然笑うよ。笑ってなるほどわかりました、アメリカ人の奥さんのおならに悩む旦那さんの悩みに今日は、お薬を出しますので処方箋を書きたいと思います。なんだろう。夫の前でおならをして楽しむアメリカ人妻、そんな2人に送る愛の処方箋はこちらです。 Hey you さよおならいやいや僕はやっぱり臭い仲ということでそのラブラブのカップルはいいと思うんですよ。旦那さんの前だけでするのはいいけど、例えば友達の前でやったりするとちょっとこれはやっぱりね旦那さんやっぱ恥ずかしいよね。ちょっと注意されました。じゃあこれからは旦那さんの前ではいいけれども友達の前でするのはちょっとね、はい、考えていただきたいと思います、だけどやっぱりまさか顔に向かってやるわけじゃないでしょ。まあこっちに向けてお尻を。って喜んでるけれどもまあそれでね夫婦円満ならいいんじゃないですかまあだから奥さんね人前では気をつけてください。じゃないとねもう少し年取ってくると肛門がね締まりが悪くなってきて出すつもりじゃないのにブッて聞こえちゃう。年取ったらねそういう癖がついて本当に癖みたいになっちゃうんでねそれにちょっと気をつけていただきたいと思います。今日は奥さん旦那さんにねお手紙書いてきてくれたんですよね。はい、では読んでいただきたいと思います。やすしへ、7年前の夏にやすしとネットでチャットし始めました。その頃はやすしのことかっこいいと思ってだんだん好きになってチャットすることが毎日の楽しみになりました。そして日本が遠くてなかなか行けない私だったけど毎日会いたいと思ってました。今は結婚して4年目ですけど私の気持ちは変わってません。まだかっこいいと思っています。そして今毎日の楽しみというのは帰宅してやすしに会うことです。そして何よりも大好きです。このお掃除が苦手でよくおならする私ですけどどうか許してね。愛してるよ。素晴らしい。旦那さんいかがでした？俺も愛してます。おお、素敵。あとね奥さんすごいと思ったのが手紙ちゃんと日本語でね漢字も使ってるんだよね。すごいだってほら上手だもん。それにほら「会う」っていう字さこっちの「会う」使ってるの。演歌やってるから。いやいやこの「会う」使うってやっぱりねいいよね。そうですね。漢字の使い分けも。その漢字はチャットしてる時に彼が使いました。俺もねだから覚えました。僕もこっちの出会いとか会えてよかったとか僕もこっちの「会う」使うんだけれどもね。いや素晴らしい。
だから旦那様もうちょっとこれからも英語をね勉強して海外でもちゃんと奥さんにね、はい、尻に敷かれてへがぶんみたいな頑張っていただきたいと思います。これからも末永く愛を育んでください。今日はどうもありがとうございました。